ハロー、こんにちは。バインピアノ教室の松本です。皆さん、お元気ですか？さて、11月もいよいよ下旬になり、クリスマスまであと1ヶ月を切ってしまいましたが、皆様、どのようにお過ごしでしょうか？さて、今日は、ピアノの上達を阻害する、5つの要因のうちの残り3つについてお話ししたいと思います。少し長い動画になるかもしれませんが、どうぞ最後までご覧くださいね。さて、ピアノが上達できない、3つ目の要因、それはですね、指番号を守らないということです。で、初めての曲に取り組むときには、私はいつも生徒さんに指番号を必ずよく注意して練習してきてねって伝えるんですけれども、なぜかですね、間違った指使いのまま練習してくる生徒さんを多く見かけます。人間はなぜかですね、良い習慣よりも悪い習慣の方が早く身についてしまいますね。で、ピアノの練習においてもそれは同じでですね、また一旦、ついてしまった悪い、習慣を、良い習慣に直すにはこれ相当な時間を要することがあります。例えばですね、手の形について特に初心者に注意することが多いんですけれども、一旦、ですね、悪い形で手の、指を弾く、ピアノを弾く習慣がついてしまった生徒さんは、普段からよほど注意して手の形に注意して練習しないと、これなかなかですね、直すのに相当な時間を要することがあります。で、指番号も同じで、一旦ですね、間違った指番号で練習してしまうと、それを修正するのに数日かかったりとかですね、下手するとですね、1週間経っても治らないというケースもあるんですね。指番号は生徒さんが弾きやすいように、また音楽的に表現するために作曲者もしくは専門家が考えて書かれたものです。で、日本で出版されている楽譜の多くは日本人の専門家によって考え抜かれて、書かれた、指使いなんですね。で、日本人の、平均的な、手の大きさであれば、そちらの指使いの方が弾きやすいはずです。で、また音楽的に表現するためにということなんですけれども、こちらはですね、例えば、他の指使いでも使えるのに、あえて特定の指使いが指定されていることがあります。それは例えば、その音を柔らかく出したいとかですね、強調して出したいとかなどの音楽的な理由があるからなんですね。で、それを無視して、自己流の指使いで弾いてしまうと、作曲者の意図するところから、反した弾き方になってしまうわけです。ピアノが上達しない4つ目の原因、それはメモを取らないということです。で、なぜメモを取らなきゃいけないか、それは人間は忘れる生き物だからなんですね。で、先生から注意されたことすべて記憶して、お家で練習することはこれはできません。で、ピアノのレッスン生の中で、よく見られるんですけれども、先生の言うことをそのままただ聞いて、メモを全く取ろうとしないということなんですね。で、その生徒さんのね、楽譜を見るとよくわかるんですけれども、先生から言われた、注意事項などをね、楽譜に書いたりとか、またお家で練習するときに、ここ苦手だなとか、ここ気をつけなきゃいけないなというところを、印などをつけてね、楽譜にたくさん書き込みをしている生徒さんは、やはり上達が違います。読み書きがまだままならない幼児の生徒さんには、こちらから注意する事柄などを楽譜に書くことがありますけれども、熱心なお母様の中にはですね、ご自身でメモを持ってきて、こちらがね、こうしてくださいねっていうことなどを、事細かく、書かれる方もいらっしゃいます。で、当教室では読み書きがある程度できるようになった小学生から、生徒さんに、鉛筆をピアノの端に置かせてですね、先生が、注意することなどを、書かせるように、させています。で、そうすることで、生徒さんはよりですね、先生の言うことを注意深く聞くようになりますし、
また自分の言葉で注意書きをね、書くことによって理解も深まりますし、お家での練習もより気をつけるようになります。最後にピアノが上達しない5つ目の原因、それは言わずもがな毎日練習しないということです。ピアノの上達は練習量に比例します。で、ピアノという楽器は楽器の中で最も難しいと言われている楽器でですね、圧倒的に、練習量が重要になってきます。質も大事ではないかとお思いかもしれませんが、練習の質というのは、練習量をたくさんこなしてこそ生まれるものなんですね。したがって練習もそこそこなのに、質の高い練習は生まれてくるわけがないということになります。で、ピアノの練習は一日でもサボってしまうと、あっという間に感覚が鈍ってしまいます。で、数年前にお亡くなりになった、世界的ピアニストの中村弘子さんという方がおっしゃっていたんですけれども、ピアノの練習を1日でもサボると3日分鈍るということなんですね。つまり練習を1日サボってしまうと3日間練習した分が失われるということなんですね。で、それを元の状態に取り戻すには何日もかかったりすることがあります。で、人間はですね、何かコツコツと積み上げるにはですね、時間がかかるんですけれども、もうそれを失うのはほんの一瞬です。ですから毎日の練習が重要になってくるわけですね。ピアノを毎日練習する重要性については、以前の動画のピアノはなぜ毎日練習する必要があるのかについて詳しく説明していますので、どうぞそちらの動画もご覧ください。下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからアクセスしてみてください。いかがでしたでしょうか？この内容が役に立ったよと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただけますと大変励みになります。また、もしよろしかったら、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次回まで。さようなら。